皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の安全保障にとって非常に重要な土地の規制法案についての話し合いが自民党・公明党との間でうまくいっていないということを取り上げようと思います。日本の土地は海外の人たちからも購入することができるものです。しかし、どの土地であっても購入を自由にさせてよいわけではありません。例えば自衛隊の基地周辺などでまとまった土地を購入し、その土地に何か自衛隊の活動を阻害するための施設ができたら、これは大きな問題です。ところが現在の日本においては、たとえそのような狙いがあったとしても、合法的な手段で土地を購入して施設を建設することが可能な状態です。そういった意味で土地の規制というものが必要な場合というのは必ず存在するのです。これは安全保障上の問題です。このことについては以前から多くの人たちから指摘されている問題で、これが今ようやく自民党の側から規制法案というものが出ようとしています。この動きそれ自体はテレビ等で報じられることのない非常に注目度は低いわけですが、安全保障のことを考えると非常に重要な法案であることには間違いありません。ところが、さあいざ法案を出すぞという話になっている時に、政府与党の片割れである公明党からいやいやこの法案には問題があるよということで調整がうまくいっていないのです。公明党が一体なぜそのように安全保障にとって大事な法案について障害となっているのか、まずは関連のニュースを見ていきましょう。安保対策の土地規制法案、公明難色で閣議決定先送り、私権制限で反発警戒。政府は安全保障上の重要な土地の買収対策として検討している土地利用規制法案について、目標としてきた9日までの閣議決定を見送った。公明党が過度の私権制約になりかねないとして自民党に慎重な対応を求めているためだ。公明には拙速な議論が同党支持層の反発を招き、近づく東京都議選や次期衆院選に影響を及ぼしかねないとの懸念がある。いろいろ検討すべきことがある。しっかりと協議を尽くし、自公両方の共通認識を得ていく必要がある。公明党の山口代表は9日の記者会見で、法案の扱いは与党が足並みを揃えるべきだと重ねて強調した。この日は政府が閣議決定の期限に設定したはずだったが、自民の安全保障と土地法制に関する特命委員会委員長の新藤元総務省と公明の北川副代表による協議は今月始まったばかりだ。協議の遅れは新藤氏が新型コロナウイルスに感染したこともあるが、自民が2月18日の関係部会で法案を了承して以降も、公明内で慎重論が渦巻き続けてきたことが大きな要因だ。そもそも事前届出はなぜ必要なのか。公明党のベテラン議員が同日の党部会で懸念を示したのは、自衛隊や海上保安庁の施設周囲や国境離島の中でも特に重要な土地として指定する特別注視区域についてだった。法案は一定面積以上の売買当事者に氏名や住所、土地の利用目的などの事前届出を義務付けるためだ。虚偽の届け出に懲役を含む罰則を課すなど厳しい内容で、公明には自由な経済活動を制約しかねないと修正を求める意見もある。ただ、重要施設への侵入や機能の妨害を企てる不審者をあぶり出すのが本来の狙いで、事前届出は法案の肝とも言える。法案の骨格部分で自公の溝は大きい。届け出をめぐって罰則を課されても、不審者に所有権は移ってしまうことにも、公明内からは疑問の声が上がる。私権を制約する以上は、実効性のある内容でなければならないとの指摘だ。公明の懸念は、迫る都議選や衆院選への影響にも及ぶ。中堅若手には、法案はバランスが取れているとのサインもあるが、同党の支持層は私権制限への警戒が強いとみられ、幹部は選挙への影響は無視できないとして慎重な姿勢を崩さない。土地規制法案について公明党が障害になっているという記事だったわけですが、その後公明党はこの法案自体に党として反対しているわけではないという記事も出ています。公明政調会長、土地規制法案に反対しているわけではない。公明党の竹内政調会長は10日の記者会見で、政府が安全保障上の重要な土地の買収対策として検討している土地利用規制法案について、党として決して反対しているわけではないと述べ、今国会中の成立を目指す考えを示した。まず現状のことを言うと、別に自衛隊周辺の土地について、今だったら日本だけではなく海外の勢力が購入することも基本的には可能です。こういった状況をまず変えなければならないということは以前から指摘されていますから、今回の土地の規制法案というものが進むということは少なくとも現状の
100点満点中0点の状態から少しでも前へと進もうとする非常に良い動きだと私は考えています。しかし、それすらも今回のように与党の中で調整すらつかないというのですから非常に歯がゆい思いがあります。公明党は今回の件について別に法案そのものを完全に潰してやろうという意図はないというふうには話していますが、この言葉が本当かどうかというのは今国会でこの法案が成立するかどうかに注目してみましょう。しかし、今回のような法案が本当に必要だと考えているのであれば、それこそ自民党のような親中派、親韓派の議員が非常にたくさんいて、このような規制法案がなかなか出されるまでいかないような自民党を横目に、公明党の方からこういう規制法案必要だよねと言って、むしろ自民党の側に逆提案するようなことすらもっと前にできたのではないでしょうか。自民党の側が法案を出してそれに文句を言うだけであれば、本当に安全保障についての重大な関心があったかどうかというのは非常に怪しく思ってしまいます。本来であればこのような法案というのは別に今ではなく、それこそ10年、20年、30年、40年前、一体いつからという具合にしてもっと昔に成立していても別に不思議ではない法案です。そういった意味ではようやく出てきたのだなというふうにすら思います。そもそも自民党の中には親中派の議員であったり親韓派の議員だったり、いわば海外勢力と結託するような政治勢力というものは存在しているわけですから、そのような状況下にあってようやくこのような法案が出てきたということ、それ自体は評価すべきなのです。しかしこの法案に対して安全保障ではなく日本国内におけるビジネスの問題であるとか、もしくは試験制限やプライバシーの問題などを盾にして、そのようなことを理由として安全保障よりもそのような試験制限の方が気になるよねというのであれば、それこそ日本の政治家は平和ボケしているか、もしくは海外勢力に買収しているかというような疑いすら持たれて仕方ないと思います。そういった意味では公明党側の指摘している点についても問題があります。例えばこのような土地の規制を行うことが試験制限やビジネスの障害となるといった指摘は全く当てはまるものではありません。今回の土地の規制というのは別に日本全国全ての土地にかけるようなものではなく、安全保障上重要だと考えられる施設の周辺に限られていたり、もしくは国境離島などある条件下に合致したところだけに適用されるものです。決して大都市圏の都市部にいきなり土地の規制をかけますよといった話をしているわけではありません。また虚偽の申請について罰則がある点についても行き過ぎではないかという指摘も、これまたかなり的外れだと言わざるを得ません。そもそも所有者やもしくは土地の購入理由、その使用用途について虚偽の申請をする側の方に気遣って罰則を設けるのはまずいよねというのは、一体どちらの側に立った論理なのでしょう。ついつい間違うといったことはまあ確かにあるわけですが、だからといってそれが許されるわけではありません。安全保障上非常に重要なところですねということを指定して、その上で申請についてはしっかりと間違わないようにしてくださいねという喚起の意味では非常に重要なことだと言えるでしょう。そしてこれは安全保障上に必要なための規制なわけですが、このことが次の選挙などに影響するかもしれないからやめてくれといったような要望というのも非常に意味不明な点があります。日本を守るためにこのような法案が必要ですよといった話をした時に、そんなものはいらないと反発するというのは一体どういう論理構成に立っているのでしょうか。あたかも日本側の視点ではなく海外の視点に立ってこのような規制というものが邪魔だと考える人たちがいるのではないか、そのような疑いを持たざるを得ません。今回の法案というのは別に100点満点ではないという話をしました。私自身は現状が0点なのだから、そこから30点の法案だろうと40点の法案だろうと今よりは確実に前進するのだから、まずは法律を成立させて、そして問題点については順次アップグレードしていくという考えが非常に重要だと思います。100点満点の法案じゃないからこんなものはいらないと排除して、それによって0点の現状を継続させる方がよほど頭がおかしいとしか言いようがありません。そして今回のニュースでは自民党と公明党という与党の話に集約されているわけですが、こうした日本の安全保障に関わる問題に本来であれば野党の方ももっと声を上げるべきなのです。外交や安全保障の問題などというのはそれこそ票にはつながらないとよく言われます。与党議員の不祥事などを取り上げた方がよほどテレビなども取り上げますし、国会などで大声でわめき散らしてそれを取り上げて評価する人たちのいうのも確かに存在はするでしょう。しかしそうした
行動というのもそれこそやるべきことをやった上でやるんであれば、私自身は別に否定するものではありません。今回のような土地の規制法案というのも自民党と公明党との間で調整がうまくいってないよねという報道があれば、それこそ野党の側からいやいや100点満点の法案なんてもう野党側でとっくの前に準備しているよ、それを与党が賛成してくれないで困っているんだよというぐらいの野党というものが日本には欲しいものです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。